皆さんこんにちは、みさとです。ただいま1月3日の午前7時過ぎ、ここは奈良県の王子駅です。今回は2025年の初詣に行きます。使用する切符は新春お出かけ京阪なワンデーパス、大阪府、京都府、奈良県内の近鉄線が1日乗り放題のフリー切符です。とりあえず近鉄生駒線に乗ります。生駒線の生駒行きの列車に乗って発車です。一駅目の信山下駅、ここで下車します。ようこそ信山とあります。今回の初詣は信山です。運賃表を見るとこうなっています。ある程度この駅の位置関係がわかるかと思います。駅前に結構な急坂がありますが、これはかつてここにケーブルカーが走っていた名残、廃線跡です。駅のそばには当時のケーブルカーが保存されています。ケーブルカーは廃止されたので、今はバスで信山に登ります。すぐ近くにバス停がありました。初詣期間中は臨時バスが出ているとのこと。信山まで大人260円です。近鉄ではなく奈良交通バスなので、新春お出かけ京阪なワンデーバスでは乗れません。路線図はこんな感じです。早めに来ていてバス待ちは私一人でしたが、時間が経つにつれてお客さんが増えてきました。ちなみにこのバスは回送でした。信山行きのバスが来ました。バスに乗車します。車内は座席がさらっと埋まる程度、もうちょっと遅い時間か元旦だと混んでいるのかもしれません。8時21分、バスは発車しました。ご乗車ありがとうございます。かつてはケーブルカーが走っていたこの道を駆け上がります。バスのエンジンはずっとうなりっぱなしです。この辺りはケーブルの配線跡から離れています。10分ほど走って信山バス停に到着。普段は信山門まで行きますが、初詣の時期はここ信山バス停までになります。バスは折り返し王子行きに。バス停の近くにケーブル跡のハイキング道入り口がありました。このバス停がケーブルの元信山駅舎で、今はバス停として使われています。ローカル線の駅改札口の雰囲気がありますね。元駅舎の待合室から出てみます。信山の案内図がありました。本堂まで15分とあるので、そこまで遠くはないですね。バス停の近くにあった郵便ポストです。三郷町のイメージキャラクターの竜田姫。それでは信山長後村筋まで歩きましょう。バスに一緒に乗っていたお客さんは先に歩き出していて姿は見えません。参道を歩いています。大晦日や元旦ならもうちょっと人気があるのかもしれません。途中にお地蔵さんがあって、ここで3分の1ほど歩いたでしょうか。お邪魔します。参道にあった信山虎祭りのポスター、毎年2月に行われるそうです。さらに歩きまして、仙台地蔵が見えると、その先には仁王門が見えてきました。続けて歩きます。駐車場があって車が満車状態。どうやら車で参拝の方の方が多いようですね。信山観光アイセンター、営業時間外ですが、中に張り子の虎がいました。現在地はここです。こちらは開運橋。帰りにこの橋を通ります。鳥居で一礼して境内の中を進んで行きます。境内を進むにつれて参拝客が増えてきました。バスで来るより駐車場が境内に近いので、車で来られる方の方が多いのかもしれません。
奈良県は近鉄や JR がありますが、日常生活的には車がないとかなり不便な面も多いので、マイカーで来られる方が多いのは奈良県民としてはわかる気がします。ここにあるのは世界一福虎、巨大な張り子の虎です。フォトスポットになっています。赤門を過ぎて道が分かれています。どちらでも本堂には行けるみたいですが、左を行きます。太鼓の音が聞こえてきて、参拝に来た雰囲気が一気に上がります。市議山長後尊寺寺は西暦910年、醍醐天皇がご病気の際に市議山の毘沙門天のご加護により癒えました。それにより長病安穏、守護国土、子孫長久の祈願所として長後尊寺寺の直号を賜ったそうです。また聖徳太子がこの山で毘沙門天皇を監督されたのが寅の年、寅の日、寅の刻であったことから寅のお寺となったそうです。虎のポストもありますね。こちらは市議山大本山上福院。この如意殿の本尊様は如意融通宝生尊で、日頃融通がつく、融通が効いたというのはこの融通尊をお呼びしているのだそうです。さらに歩くと見えてきたのが長後尊寺の本堂。上手で手を清めました。ここでおみくじの授与所があり、新春お出かけ京阪なワンデーパスの特典の新春おみくじと引き換えました。おみくじは吉でした。正しき人は望みも叶うだそうです。本堂はこの階段を上がった上です。参拝所の前に着きました。市議さんの山腹にあって奥まったところに奈良盆地が見えます。市議さんは毘沙門天皇信仰の総本山で、家内安全、商売繁盛、開運長久、心願成就のご利益があるたかだそうです。商売人や経営者の方の参拝も多く、またタイガースファンの必勝祈願に訪れる方も多いとか。お参りを終えて戻ります。先ほど分かれ道があったもう一つの道を行きました。階段が結構あるコースなので注意して降ります。階段を降りた先にあった千住院、寄りたかったのですがバスの時間があるので先を急ぎます。時間は10時前、市議山バス停に着いたのが8時半だったので、だいたい1時間半ほど市議山にいたことになります。市議山観光アイセンターの虎が出ていました。開運橋を渡ります。渡っているだけでは分かりませんが、昭和6年12月竣工の橋と結構年季が入っており、国の登録有形文化財に登録されています。珍しい形式の橋のようですね。橋の真ん中でバンジージャンプ台がありました。私は高所恐怖症なので見るだけです。橋を渡り終えて右に曲がります。ここも人が多いですが、皆さん車なんでしょうね。市議山観光ホテルを過ぎて歩いた先です。アーケードの屋根がだいぶ傷んでいます。そして着いたのが市議山門バス停。市議山下駅からのバスが普段ならここで折り返しています。大阪府側に出る近鉄バスの高安山行きバスがここから出ているので乗ります。高安山までの運賃は290円。10時10分バスは発車。市議生駒スカイラインの料金所を抜けます。ちなみにこの道は元は市議山急行電鉄の路線が走っていた廃線跡です。山の上なのですが、こんなところ戦前によく電車を走らせましたよね。7分ほど走って高安山に到着。バス停の近くにあるここに電車が走っていたという案内板。山の上を走った電車は次に乗るケーブル線を使って山の上まで引き上げたそうです。
さて、そのケーブルカーで高安山を降ります。ケーブルカーの近鉄西式高速線高安山駅はすぐ横にあります。ここからは大阪の景色が一望できます。10時25分、杉山口行きケーブルカーは発車です。新春お出かけ京阪のワンデーパスはケーブルカーにも乗れます。杉山口高安山を普通に乗ると560円です。7分で杉山口駅に着きました。ここから先は近鉄杉線の電車。時間があるので改札外に出てみました。こうして杉線の電車がやってきました。杉山に初詣に行くと思われる方多そうです。時間的にもこれからなんでしょうね。途中の服部川駅の河内山本駅寄りに 40% ミルの勾配標識がありました。こんな感じで近鉄杉線を走りまして、河内山本駅に到着。河内山本駅は近鉄大阪線との乗り換え駅です。以上が新春お出かけ京阪のワンデーパスを使った杉山長後孫子寺初詣の模様でした。奈良県と大阪府の間の杉山と高安山、ちょっとした旅気分を味わいつつ初詣。電車、バス、ケーブルと変化に富んだコースという点も面白いですよね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。